今回は画力を向上させるためにとても重要な補助線についてお話しします。絵の練習を毎日続けているけれど、全然上手くなっているように思えない。今やってる練習方法で本当に合っているのか不安。これは絵を描き始めたばかりの頃に、多くの人が持つ悩みだと思います。私も絵の初心者から初級者をうろうろしていた頃、絵が上手くなっている実感が得られずとても悩んでいました。模写などの練習は続けていたのですが、根本的な絵を描くための基礎体力のようなものが育っていると、全く感じられなかったんですよね。そんな悩みを解決してくれたのが、補助線とラフでした。ラフを描くことについては、これらの動画ですでに解説していますので、今回は補助線についてお話ししたいと思います。ラフも気になるよ、という方は、ぜひ概要欄のリンクからご覧ください。話を戻します。私は補助線を描く習慣をつけたことで、絵に対するアプローチが根本的に変わりました。具体的には、補助線を引くことにより、描く対象の形をより強く意識するようになり、頭の中にあるイメージをより的確に絵にできるようになりました。私は補助線を描くことによって、絵を描く力が上がったという手応えが得られ、描き続けるモチベーションを保つことができました。補助線を引くことは、ラフを描くことと合わせて、ほぼ素人から始めた私にとって絵を描く時の大きな武器になりました。今、絵を描く時に補助線を引いてないという人は、絶対に引いた方が良いです。補助線を描く習慣をつけるだけで、絵を描く力は確実に向上します。今回は、そんな絵の描き方を大きく変えてくれる、補助線に関する考え方と描き方の処方について解説したいと思います。この動画を見ると補助線を引く意味と、具体的な使い方について理解できるでしょう。補助線が大切なことは知ってるけど、どう描いたらいいかわからない、という方は、ぜひ見てみてください。当チャンネルでは初心者の方に向けて、ちょっとした知識やコツで絵を描く力を伸ばす方法について解説しています。よろしければ、ぜひチャンネル登録をお願いします。まずはじめに絵を描く時の補助線の重要性についてお話しします。補助線って顔の下書きの時なんかに描く十字の線とかのことだよね。あれってそんなに重要？じゃあ、ズンナモンさんは何のために顔の十字線を引いているんですか？顔の向きを決めるためとか、かな。改めて考えると、何のために引いてるのかよくわからないのだ。よくわからない線をわざわざ引いているんですか？いや、だってみんな引いているから、引いた方がいいのかな、と。よく意味を理解せずに引いた補助線には、何の意味もありません。補助線は描く絵の質を大きく向上させてくれるものですが、なぜその補助線を引くのかを理解して描くことがとても大切なのです。補助線の理解？はい。絵を描く時の補助線にはしっかりとした役割があります。補助線は明確な役割を持っていて、それを理解して描くことで絵の質が大きく上がるのです。でも、補助線はあくまで補助でしょう。輪郭線とか絵の視線を練習する方が大事じゃないの？絵を描くというと、キャラクターなどの形を作る、輪郭線に目が行きがちですが、より大切なのは実は補助線です。本当に？輪郭線はラフと補助線で形を作った結果として、出てくる境界線を表現する線でしかありませんが、補助線は形そのものを作る線だからです。描く対象の形をしっかり理解できると適切な補助線が引けるようになります。補助線が引けないということは、形に対する理解が足りていないということです。これでは絵を描くための根本的な力がなかなか伸びてくれません。補助線は正しい形を描くためには必要不可欠なものなのです。補助線が大切なことは分かったけど、でも、いきなり正しい補助線なんて引けなくない？最初から正確に引く必要はありません。この形を表現するためには、どんな補助線を引くべきかと、描く前に考えることが大切なのです。要は描く対象に対するアプローチを変えていくことが目的です。さらに補助線を引く習慣をつけること自体が、物の形を捉える練習にもなります。補助線を引く習慣さえつければ、正確性は少しずつ向上してきます。補助線を描くと絵がぼちゃぼちゃして汚い感じになるのも嫌なんだよね。私も最初はそんな感じで補助線を引くことに抵抗がありました。でも、絵を描くときはたくさんの補助線を描いて、徹底的に絵を汚した方が良いです。それが絵を描くために必要な、見る力を育ててくれます。絵を汚せば汚すほど、その中に正しい形が見えるようになってきます。綺麗に描きたいのなら、清書するときに整えればいいのです。なるほどね。補助線は完成した絵では見えなくなるものですが、絵の土台として完成した絵を力強く下支えしてくれるものです。補助線は単なる下書きの線ではありません。自分の絵の精度を測る思考ツールとも言うべきものです。なんか、変なことを言い始めたのだ。主線は結果ですが、補助線やラフは絵を描く過程そのもの。いわば描いた絵と対話するための言語です。この描き方で合ってるか？形の把握はこれでいいか？と、補助線を介して、絵と会話するのです。いや、そこまで言っちゃうと、さすがにやばくない？こんなの、序の口です。そのうち、鉛筆やペンの方から、話しかけてきてくれるようになりますから。
本当に踏み込んで良い世界なのか、不安になってきちゃったのだ。画力の向上には、この絵との対話がとても大切なのです。この対話こそが、先ほどの一体に対するアプローチの変化です。そして、それを可能にしてくれるのが補助線なのです。補助線を描き始めることで絵との対話が始まり、少しずつアプローチが変わってきます。輪郭線などの視線ももちろん大切ですが、そこに主眼を置いた絵の描き方は、ここで卒業しておきましょう。絵を描くことの本質は補助線にこそあるのです。そんな大胆なこと言っちゃって本当に大丈夫？次に補助線の種類についてお話しします。補助線に種類なんてあるのだ。あります。種類を分類して考えた方が補助線の習得は早くなると思います。で、どんなのがあるの？補助線は大きく分けると2種類あります。一つは絵を正確に描くためのもの。もう一つは物の形を捉えるために描くものです。初心者の頃に絵を描いていると、気づかないうちに歪んでいることがよくあります。ああ、確かにあるのだ。まっすぐに描いたつもりなのに、よく見てみると傾いてた、とかね。こういった歪みを矯正する意味で引くのが、一つ目の、絵を正確に描く補助線です。この補助線は、描いている絵が歪んだりずれたりすることを、防ぐガイドの役割を果たしてくれます。確かに補助線を引いておけば、体が大きく傾いちゃうことはなさそうなのだ。こちらは先ほど描いた人の頭部ですが、この絵も2種類の補助線を使って描いています。そして、この赤い線で表した補助線が、今説明した、絵を正確に描く補助線です。この補助線は定規などで比較的簡単に描けるので、まずはこちらの補助線から引く習慣をつけていくと良いでしょう。もう一つの、形を捉える補助線は、立体形状の把握を助けてくれる補助線です。物のアウトラインを取り、そのものが持つ詳細な形状をこの補助線で表現するのです。説明だけで、一つ目の補助線より、明らかに描くのが難しそうなのだ。確かにかなり難しい補助線ですが、とても大切な補助線でもあります。先ほどの人物の頭部の絵で説明すると、この青い線の補助線が、形を捉える補助線です。この、形を捉える補助線が引けるようになれば、水準以上の画力を持っていると言えるでしょう。今回はこれら2つの補助線をどう考えて、どのように引けばよいのかについて解説していきます。まず、1つ目の、絵を正確に描く補助線から順に見ていきましょう。絵を正確に描く補助線は、建物に例えれば基礎や柱にあたるものです。この補助線なしで絵を描くことは、柱なしで家を建てているようなものなのです。そんな家、怖くて住めないのだ。初心者の頃は絵を安定して描く力がまだ育っていないので、絵がずれたり歪んでしまうことが多いです。絵を正確に描く補助線は、各絵の強固な支柱となって絵が歪むことを事前に防いでくれます。一例を挙げると、人の全身図を描くときに引く垂直線です。この補助線を引いておくと体が右や左に傾いたり、デッサンのバランスを間違えたときに気づきやすいです。変な書き癖がついていない初心者の頃に、補助線を引く癖をつけておくのがおすすめです。この補助線で確認できるのは、描いた体の左右の対称性です。左右対称に描いているつもりでも、バランスはどちらかに偏ってしまうことが多いです。完全に左右対称な人間などいませんが、それでも目立ってどちらかに偏るとおかしく見えてしまいます。補助線を基準にして左右バランスを見ながら調整するわけか。必要であれば、垂直線の他にもたくさん補助線を引いてみましょう。まさに建物の柱や梁みたいなのだ。描いた体に歪みやズレがないかを垂直線や水平線を引いて、詳しく確認してみましょう。左右の長さが大きく違っていないかなど、定規などで測ってみても良いでしょう。間違いを見つけたら、必ず修正しておきましょう。間違っているところの上からなぞったり、別の紙をかぶせて修正してみます。消しゴムで消してしまわずに、間違っていた跡を残した状態で修正した方が、形を見る力が育ちます。補助線を描くことで、バランスを見るデッサン力もついてきます。一度、正確な形が身につけば、補助線なしでもズレの少ない絵を描くことができるようになってきます。絵を正確に描く補助線は絵のブレを防ぐための直線ですので、定規などで手軽に引くことができます。初心者の人が補助線を引くことになれるのに最適な補助線です。補助線を描く習慣がない人は、この、絵を正確に描く補助線を描くところから始めてみてください。確かにこれなら描きやすそうなのだ。そのうち補助線なしでは絵が描けない体になってしまいますよ。ふひひ。本当に始めちゃって大丈夫かな？いずれにせよ、この、絵を正確に描く補助線を引き始めることが、画力を大きく向上させる第一歩となることでしょう。ぜひぜひ、ここから補助線ライフを始めてみてください。なんかちょっと、嫌なライフだな。二つ目の補助線は、形を捉える補助線です。この補助線は 3DCG における、ワイヤーフレームのような形の詳細を表現するものです。絵は基本的に二次元ですが、形を捉える補助線を引くことで、
疑似的な3次元を平面の中に作り出すことができます。この補助線は、要正確に書く補助線よりも、書く難易度がかなり高くなります。説明聞いただけでもうちょっと嫌になってるのだ。形を捉える補助線を使いこなすには、各対象が持つ形状をイメージする力が不可欠です。イメージ？比較的簡単な例としては、円を球に見せる補助線です。円を描いて、その形状を立体的に見せるための補助線を何本か引けば、球に見えるようになります。この補助線が球の形を捉える補助線です。実際はもっとたくさんありますが、3本くらい引けば球に見えるようになります。形がわかる最小限の線でいいってことか。同じ円から描いても、補助線の引き方によって、見えてくる形が変わることがあります。片方は球ですが、もう片方に例えば平面的な補助線を入れれば、パンケーキのような形に見えます。二次元的な形状は同じ円ですが、形を捉える補助線の描き方によって、三次元的な見え方が変わってくるのです。そして、この認識の差は完成する絵の形に大きな影響を及ぼします。絵を描くときは物の外形や輪郭となる主線に目が行きがちですが、主線は基本的に二次元的な表現にとどまります。対象の正確な形をから、その構造を三次元的に表現するためには補助線が不可欠です。清書の時に補助線は消すことになりますが、補助線を引いて立体的に形を捉えて描くことに大きな意味があります。こちらはディズニーのアニメーター、ミルト・カールの虎のアニメーションの抜粋ですが、彼も虎の体をこのように捉えていたはずです。そうじゃないと虎の縦じわが描けないわけか。形を立体的に捉えて描いた絵と、そうでない絵は最終的な結果が大きく変わってきます。この補助線が描けるようになるためには、物を立体的に見る習慣をつけることです。実物の立体形状を観察しながら、どこにどんな補助線が入るのかを考えてみると良いでしょう。立体のイメージがまとまったら、実際に絵として描いてみましょう。最初はボールやコップ、ティッシュ箱などの簡単な形状のものから始めてみましょう。それでも難しくて全然立体に見えるように描けないのだ。最初は描けなくても大丈夫です。気休めはやめてほしいのだ。やっぱり僕には絵の才能なんてないのだ。本当にそれで大丈夫です。先にも言いましたが、ここで大切なのは絵を描く時のアプローチを変えること。補助線を描いて、ズンナモンさんが立体を意識し始めたということがとても重要なのです。補助線を使って描くことを続けていれば、少しずつ立体を見る目が育ってきます。絵とお話ししながらたくさん補助線を描いてみてください。いや、それはちょっと。形を見ながら補助線を描くのが難しければ、写真をなぞってみる練習もおすすめです。なぞって、立体の持つ補助線の形を覚えてしまいましょう。写真から立体を描く練習については、こちらの動画でも解説しています。立体に見せる補助線の描き方のパターンを覚えれば、あとは結構簡単です。それでも先はえらく長そうなのだ。この、形を捉える補助線が描けるようになれば、立体感のある絵も苦労なく描けるようになります。球などの比較的描きやすいところから始めて、徐々に複雑な形に挑戦していってみましょう。簡単に言っちゃってくれるけど、その球を描くのが僕にとっては難しいんだよね。では、そんなズンダモンさんに、この後球の補助線の描き方と練習方法について説明しましょう。妖怪声師なもんで、よろしくお願いするのだ。球は、形を捉える補助線を学ぶ、初期の練習素材として適しています。球はラフを描くときによく使う基本形の一つですし、適度に難しくて、その補助線の引き方は他の形状にも応用できるからです。しかし、いざ描いてみると、補助線を引いても、全く球に見えないということがあると思います。いや、実際そんなことばかりだが。そんな時は今から紹介する平面図を使った練習で、補助線の引き方を覚えてみるのも良いでしょう。平面図？平面図とは対象を真上から見下ろした状態を描いたものです。今回は平面図を使って真横から見た球を描いてみます。球となる円を描いて補助線を伸ばし、同じような円を絵に描きます。この補助線は、絵を正確に描く補助線です。補助線大活躍。これで球を上から見た平面図となる円ができました。これを4等分割します。補助線はカメラから見て45度の角度で描いてみます。上の平面図から補助線を下ろします。球の赤道と交差する点が球を表現する補助線が通るポイントです。この点をガイドとして球の北極から赤道を通って南極へと至る補助線を描いてみましょう。それでも難しければ、ガイドとなる点を追加します。平面図からさらに垂直線を下ろして球の補助線が通るポイントを増やします。これは子供の頃にやった点をつなげて絵を描く点図形のような感じです。順番に線をつなげていけば絵が完成するやつね。補助線は一気に描くのが難しければ、短い線をつなげて描いても OK です。この時、球が持つ曲面を頭の中でイメージしながら描くことが大切です。まずは球の補助線の形と引き方、そして球の形状を体で覚えてしまいましょう。おおよその形を覚えれば、平面図なしでも球の補助線が描けるようになってきます。
結構、力技な感じの練習なのだ。球の立体をイメージして描けるようになれば、そこで獲得した補助線を描く力を他の形状に応用するのは比較的簡単です。球ですでに立体をイメージする力がついているからです。言い換えれば、球などの立体を捉える補助線が難しいのは、正しい補助線の形や引き方を知らないからです。攻略法がわからないものは難しいです。実際に描いてみることで、補助線を描く経験値が少しずつ増えていきます。点をつないで球の補助線を描くことに慣れてきたら、平面図なしで描いてみましょう。球の補助線を全く知らなかった時より、少し描きやすくなっているはずです。この少しの進歩が技術を伸ばす上で大切です。でも、あんまり楽しくない練習なのだ。この練習ばかりでは飽きてしまうと思います。自分の好きなキャラクターなどを描くついでの、ウォーミングアップなどに取り入れるなどして、地道に続けてみてください。その時、自分の描こうとしているキャラの補助線がどう入るかと考えられるようになれば、なおよしです。あと、やっぱりうまく描けない。何度も言いますが、補助線 Y に対するアプローチを変えることが目的です。最初は思うように描けなくてもどかしいと思いますが、補助線を描き始めた、ということがずんだもんさんにとって最も大切なのです。月並みな言葉ですが、続けて慣れていくことです。やっぱ、それしかないか。難しいのは最初だけですので、ぜひ諦めずに続けてみてください。ちなみにこの平面図を用いた方法で、頭の側面部分の削り方を解説した動画もあります。ああ、ここ、どれくらい削ったらいいのかよくわからないんだよね。悩んでいる方も多いと思いますので、よろしければ、ぜひ見てみてください。もう一つ、補助線を引く練習に最適な線を紹介しておきます。それは体の中央を通る、正中線です。あれ、これ最初に僕が話した顔の十字線なのだ。はい、顔を描く時の十字線の縦線が正中線です。この正中線は、手を正確に描く補助線と、形状を捉える補助線、両方の要素を持っている補助線です。人の頭部を二分割する線として、手を正確に描く補助線の機能を持ち、頭部の曲面を表現する線として、形状を捉える補助線の要素を持ちます。ただ、顔の向きを決める線じゃなかったんだね。もちろん顔の向きを決める役割もあります。その場合は、手を正確に描く補助線と言えますね。顔は描いていて楽しい部位なので、描くことも多いと思います。顔を描くときに正中線を引くことで補助線を描く練習をしてみましょう。具体的にはどんな感じで描けばいいのだ？球の補助線がある程度描けるようになったら、正中線にその知識や技術を応用します。この時、描く補助線は縦線である正中線と、目の目安ラインとなる横線の2本だけで OK です。目の目安ラインは球の赤道の少し下あたりに来ます。頭部全体の縦の長さのちょうど真ん中くらいです。ベースとなる球体に顎部分がついた頭を描いたら、頭部の持つ立体をイメージしながら正中線と目の横線を描いてみます。なんとなく十字を描くだけじゃダメってことか。はい。頭の曲面を意識しながらそれに沿って縦横2本の補助線を引いてください。頭部には複雑な凹凸がありますが、この練習ではそこまでは気にしなくて大丈夫です。正中線と目の横線を使って、頭の形を立体的に表現することに集中しましょう。つるっとしたロボットの頭をイメージすると良いかもしれません。最初は頭部と同じ高さにカメラを置いた水平アングルから始めて、少しずつ色々な角度の頭のラフを描いてみましょう。この時、下から見上げたアングルの煽りの顔は、まだ描かなくても良いです。もし描くなら、首を無視して頭の部分だけ描いてみるのが良いでしょう。煽りの顔って難しいよね。煽り顔の描き方については、また別に一本の動画を作ろうと考えています。動画の投稿ペース側に遅いから、一体いつになることやら。ある程度、正中線と横線で頭の形が描けるようになったら、点で目の位置を書き込んでみましょう。目の位置も頭部の立体を意識して描くことが大切です。ここまでできれば、人の頭部をラフで描けるようになっています。あとは細かい頭部のパーツの情報をラフの上に乗せていくだけです。だけって、それが難しいんじゃん。頭部のラフを補助線を使って表現できるくらい、描く力がついていれば、目鼻のパーツを描くのはそんなに難しくなくなっているはずです。それほど、補助線を描く力、立体を意識する力をつけることは画力を育ててくれるものなのです。やっぱ、補助線描かなきゃダメか。まとめです。初心者の頃の私は、絵の視線を模写することに一生懸命でしたが、主線は根本的な画力を高めてくれるものではありませんでした。より重要なのは、清書した絵では消えていて見えない補助線だったのです。完成した絵の模写だけでは補助線の大切さに気づきにくいってことか。補助線は単なる下書きの線ではありません。各対象を形として表現するとても重要な線なのです。また、補助線を書くことで情報が整理され、書くべきものが見えてきます。画力がなかなか伸びないと悩んでいる方は、簡単に書ける、絵を正確に書く補助線からで良いので、
補助線を書く習慣をつけてみてください。かつての私がそうであったように、補助線を書くことで、少しずつですが画力が育っているという実感を持てるようになると思います。補助線を書く意識を持つ。それだけで皆さんの絵の描き方は大きく変わるはずです。というところで今回の動画は以上です。当チャンネルでは初心者の方向けの、ちょっとした知識やコツで絵を描く力を伸ばす情報を発信しています。不定期更新になることが多いので、チャンネル登録して次回の動画を待っていただけると幸いです。この動画が良かったら、高評価もポチポチしといてね。それでは、ご視聴ありがとうございました。最近お気に入りの、コップ川崎さん。裸エプロンのやべえ人か。あんま好きとか言わん方がいいんじゃね？